第2回目となる今回は、トラップで頻繁に用いられる808ベーストラックの制作手法を解説していきます。808という名前の由来通り、TR808 と呼ばれるリズムマシン、そのキックサウンドから作成する流れをご紹介いたします。まずは完成形のサウンドをご視聴ください。このように重心が低く、キックを引き伸ばしたようなベースサウンドは、トラップ系では定番のサウンドとなっています。似たようなサウンドをシンセサイザーで作成することもできますが、キューベース10で新たに追加されたソウルアッセンブリーというサンプルパックに、この808ベースのサンプルが収録されています。今回はこの素材をサンプラートラックで加工し、ベースサウンドを作っていきます。メディアラックからループ&サンプル、ソウルアッセンブリーを選択し、検索ボックスに808と入力します。このようにキックサンプルが表示されますので、この中から好みのサウンドを選択します。今回はこのトラップ 808A2 というサンプルを使用します。このサンプルをサンプラートラックへとインポートする場合、対象のサンプルを右クリックし、表示されるダイアログからサンプラートラックを作成と選択します。これによってオーディオサンプルをインポートしたサンプラートラックが立ち上がります。次はトラックの設定を行っていきます。まずイベントのルートです。サンプルが演奏されているピッチの高さを入力する項目となり、これが正しく設定されていない場合、ノートを打ち込むピッチと実際に演奏されるピッチにズレが出てしまいます。キューベースに付属しているサンプルは、あらかじめキー設定が行われていますので、特に設定は必要ありません。もし独自のサンプルデータを読み込む際は、サンプルが実際に演奏しているピッチを入力する必要があります。サンプラーは通常、ピッチの変化によって再生速度が変化します。ピッチの高いノートを使用した場合、すぐにサンプルが終わってしまうということになります。これを回避するための機能がオーディオワープです。ボタンを点灯させ、機能を有効にすることで、どのノートを入力しても再生スピードが固定されます。ベースやメロディー、コードなど、ピッチが動くトラックでは、オーディオワープを有効にすると良いでしょう。次に、モノフォニックモードを点灯させます。このモノフォニックモードを有効にすると、同時発音数が1に制限されるため、ノートが重なった際も必ず単音で演奏されます。ベースやリードサウンドなどに有効です。次に、ピッチからグライドノブを調整します。ノートの高さが変わった際、各ノートのピッチがスムーズにつながるようになります。最後にアンプエンベロープへとアクセスし、リリースタイムを下げ、余韻が残りすぎないように調整すればサウンドの完成です。ここからはベースフレーズの入力を行っていきます。基本的にキックの位置に合わせる形でベースフレーズを作成していきます。ベーストラックにミディイベントを作成し、シフトキーを押しながらドラムのミディイベントを選択します。これで2つのミディイベントをエディターへ同時に表示させることができます。ベース側のイベントが選択されていることを確認し、キックと同じ箇所へコードのルートを入力します。キックのポイントと重なるように配置し、こちらのレガートでノートがつながるようにします。できたパターンを複製し、コードのルートになる場所へ移動します。最適な箇所でサウンドが鳴るように、オクターブシフトで移動します。一度確認してみましょう。少し単調な印象を受けますので、ノートの一部を1オクターブ上へと移動し、動きをつけていきます。フレーズを主張しながら、どのポイントが最適か試します。2位の場所をそれぞれこのように1オクターブ上へと上げ、好みのラインとなる箇所を探していきます。このポイントがノリとして一番自然に感じました。次はフレーズの繰り返しだけでは面白みに欠けますので、4回目のフレーズにフィルとして動きをつけていきましょう。
コードトーンを主体とした安定感のあるフレーズでも良いですし、フィルとして自由な発想でフレーズを作成していくのも良いでしょう。ルート以外のノートを用いるだけで簡単に動きをつけられます。さらに強い動きを与えるために、オクターブへ移動する頻度を上げるというテクニックも有効です。ベースラインの完成後、キックをトリガーにサイドチェーンコンプを適用して、ベースのリズムへうねりを与えます。ベーストラックにコンプレッサーをインサートし、サイドチェインを有効にします。次に、キックサウンドの信号をコンプレッサーのトリガーとなるように設定します。従来、キックトラックを選択し、オーディオ鮮度を設定する必要がありましたが、Cubase 10からは立ち上げたコンプレッサー自体からトリガートラックを指定することが可能となりました。こちらのサイドチェーン入力の設定をクリックすると、ダイアログが表示されます。サイドチェーン入力を追加を選択し、表示されるリストからトリガートラックを選択します。今回はキックトラックをトリガーにするため、グルーブエージェント SE のパラアウトから出力されたキックのチャンネルを選択します。次にコンプの設定を行っていきます。当楽曲では方向性としてサウンドに強い圧縮感は必要としないと判断しました。そのため、レシオを低めに設定し、さりげなくコンプがかかるように調整します。スレッショルドはサウンドを確認しながら調整していくと良いでしょう。今回はゲインリダクションがマイナス8デシベル程度が良いと感じました。アタックタイムは最速でも良いですが、キックとベースに一体感を出すために少しだけ遅めに設定します。次のリリースタイムはリズムのノリを確認しながら慎重に設定を行っていきます。早めの設定から徐々にタイムを上げていき、ノリが気持ちよく感じられる場所を探していきます。この辺りのノリが気持ちよいと感じましたので、この値で進めていきます。最後にサイドチェーンコンプの有無を聞き比べてみましょう。コンプにより平面的だったリズムに躍動感が出たことがお分かりいただけたかと思います。これでベーストラックが完成しました。次回はループサンプルを加工して楽曲へ取り入れる編集テクニックを解説していきます。動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。